こんにちは。今日はグリム童話狼と7匹の子ヤギを優しい日本語でゆっくり話します。昔々あるところにお母さんヤギと7匹の子ヤギが仲良く暮らしていました。子ヤギたちはまだ小さくてとても可愛く、いつも一緒に遊んでいました。ある日、お母さんヤギは子ヤギたちに言いました。お母さんはこれから食べ物を買いに行きます。その間、誰が来てもドアを開けてはいけません。怖い狼が来るかもしれません。子ヤギたちはうなずいて言いました。はい、絶対にドアを開けません。お母さんヤギは少し心配そうに家を出ました。子ヤギたちはドアに鍵をかけて家の中で待っていました。しばらくするとドアを叩く音がしました。トントン、ドアの外から声が聞こえます。子ヤギたち、お母さんです。ドアを開けて。でも、その声はいつもと少し違いました。子ヤギの一人が言いました。その声はお母さんじゃありません。お母さんの声はもっと優しいです。ドアの外にいたのは狼でした。子ヤギたちはドアを開けませんでした。狼は悔しくなって言いました。この声ではダメだ。もっと優しい声にしよう。狼は白いチョークを見つけました。そしてそのチョークを口に入れて食べました。すると声がだんだん高くなり、優しい声に変わりました。しばらくして狼はまたドアを叩きました。子ヤギたち、お母さんです。今度の声はとても優しく聞こえました。でも子ヤギたちはまだ心配でした。本当にお母さんですか？では手を見せてください。窓から手が見えました。その手は真っ黒でした。子ヤギたちは言いました。ダメです。お母さんの手は白いです。狼はまた言ってしまいました。狼はパン屋に行って白い粉を手につけました。すると手が白くなりました。また狼はドアを叩きました。子ヤギたち、お母さんです。声も手の色もお母さんのようでした。子ヤギたちはドアを開けてしまいました。すると狼が家の中に入ってきました。子ヤギたちはびっくりしてあちこちに逃げました。狼は子ヤギたちを次々に捕まえました。テーブルの下、ベッドの下、タンスの中です。でも一番小さい子ヤギは時計の中に隠れていました。狼はそれに気づかず子ヤギたちを食べるとお腹がいっぱいになりました。狼は家の外に出てゴロンと横になりぐっすり寝てしまいました。その頃お母さんヤギが家に帰ってきました。家の中は壊れていてとても大変な様子でした。時計の中から小さい子ヤギが泣きながら出てきました。お母さんヤギはすぐに何があったかわかりました。お母さんヤギは家の外で寝ている狼を見つけました。そして大きなハサミを持ってそっとお腹を開けました。すると子ヤギたちが
元気に出てきました。みんな無事でした。お母さんヤギは狼のお腹の中に大きな石をたくさん入れました。そして針と糸を使ってお腹をきれいに縫いました。しばらくして狼は目を覚ましました。喉が渇いたぞ。狼は水を飲みに川へ行きました。でもお腹がとても重くて川に落ちてしまいました。それから子ヤギたちはお母さんの話をよく聞くようになりました。知らない人にはドアを開けない。それ以来、狼は来なくなりました。お母さんヤギと7匹の子ヤギはいつまでも幸せに暮らしました。これが狼と7匹の子ヤギのお話です。優しい日本語でゆっくり話しました。